光秀が本能寺を決断したわけ。どうする家康に学ぶ日本史。信長と同じ冷血漢だった。明智光秀がなぜ本能寺の変を引き起こしたのかは、日本史の最大の謎の一つだと言われている。詳しく見ていこう。明智光秀は優秀な官僚タイプの武将であった。そのため織田信長は中途採用の光秀の才能を愛し、どんどん出世させた。特に光秀は信長への報告に長けていたため、信長は光秀を絶賛している。そして信長はそなたの報告を読んでいると、まるで現地にいるような心地になると光秀を手紙で褒めている。織田軍団には柴田勝家や佐久間信盛など戦場の叩き上げの武将が多い。しかし筆頭家老の佐久間信盛は信長に無能呼ばわりされて、最後には追放されている。また羽柴秀吉も貧しい農民出身者で、手紙を書くときにはひらがなを多用したと言われている。そのため織田軍団の中で数少ないインテリの光秀を信長は側近にする。現代的に言えば、例えば急成長した中小企業の社長が途中入社のインテリを重用するように、信長も光秀を重用した。しかしさすがの信長も光秀の才能の陰に隠れたもう一つの一面、信長と同じ冷血漢、性格異常者であることは見抜けなかったようである。そのため光秀は信長が発する冷酷非情な命令を何食わぬ顔で実行している。例えば光秀は比叡山焼き討ちの直前には近江の怒号に次のような内容の手紙を送っている。今回の焼き討ちでは比叡山の登り口である扇の村でぜひとも住民すべてをなで斬りにするつもりであると。比叡山焼き討ちを実行したことで信長は悪名を高めたが、実際に実行した中心者は光秀であった。一般的には冷酷非情な織田信長の行動に耐えかねた光秀が謀反を起こしたというのが定説となっている。しかし実際は光秀も信長以上に冷酷非情な人間、いわゆるサイコパスであった可能性が大きい。そのため光秀は普段は従順に信長に従いながら、いつも信長を倒す機会を伺っていたのである。それは信長が邪魔者をすべてなぎ倒して天下布武を目指したように、光秀もいつか信長を倒して天下人となることを目指していた。また近年の研究では、本能寺の変には羽柴秀吉や徳川家康も関与していたとする秀吉・家康共謀説が注目されている。なぜなら本能寺の変で最も利益を受けたのが秀吉と家康だからである。秀吉も家康も信長という長年の重圧から解放された。さらに賢明な光秀が信長を倒した後のことを考えずに盲目的に事件を起こしたとは考えにくい。そのため本能寺の変は明智光秀と羽柴秀吉、そして徳川家康が仕組んだ謀反劇であった可能性が高い。話は変わるが、日食という現象が何年かに一度起こることがある。日食とは
太陽が月によって覆われ、太陽が欠けて見えたり、あるいは全く見えなくなったりする現象である。本能寺の変が起こる前、この時すでに信長は家督を信忠に譲っていた。つまり信長とその嫡男信忠を同時に倒さなければ天下は取れないのである。そして1582年天正10年6月2日という日がその日であることは、身近にいる光秀は事前に知れたはずである。信長と信忠が同じ日に、しかもどちらも少数の側近と本能寺と二条御所に宿泊したのである。まさに千載一遇とはこのことである。明智光秀ならずとも、こんな機会が与えられれば、戦国武将なら誰しも触手を動かしたに違いない。よく信長が油断したから本能寺の変が起こったと言われることがある。しかし信長は常に少人数で移動しており、この時も決して油断していたわけではない。秘密裏に行動する信長の計画を事前に知り得る立場にいた光秀らだからこそ、本能寺への襲撃を成功させることができたのである。現に光秀は本能寺と二条御所をたった4時間余りで予定通りに攻め落としている。ところが光秀の最大の誤算は、本能寺と二条御所から信長と信忠の遺骸を懸命に捜索したにもかかわらず見つけられなかったことである。そのため京都市中はまだ信長と信忠が生きているなどの流言が飛び交い大混乱している。そして多くの戦国大名たちは光秀には加担せず、誰につくか決めずに生還したのである。さらにいざ光秀が信長を倒すと、あれよあれよという間に秀吉は待ってましたとばかりに山崎の合戦で光秀を倒している。この秀吉の手際があまりにも鮮やかなために、秀吉は光秀と示し合わせていたとする共謀説が支持されるのだ。そして約束を平気で破る秀吉もサイコパスだったようである。鎌倉から戦国時代にかけて武士たちは戦場でかっこよく死ぬことを美徳としていた。その代表が武田信玄が作り上げたと言われる武田軍団である。しかしその戦国最強と言われた武田軍団がいとも簡単に新米の足軽が撃つ鉄砲玉の前に崩れ去ったことで、人々の価値観は大きく揺らいだ。かっこよく死ぬことよりも醜い手段を用いても生き残ることが大切だという価値観に変化していく。そのために光秀は信長を殺し、秀吉は光秀を裏切った。そして秀吉の死後、豊臣家の人間を根絶やしにする家康もサイコパスだったと言えるだろう。家康は生き残るために正妻の瀬名や嫡男の信康を犠牲にしている。つまり戦国時代は他人を蹴落として平然としていられるサイコパス的な人間しか生き残れなかったのである。